神奈川県横浜市の鶴見区にある總持寺です。総道宗の大本山の一つです。あとチャンネル登録をお願いします。大変なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。総道宗の大本山といえば永平寺の方が有名ですよね。教科書にも記述があります。こちらの総持寺は1911年に石川県の輪島から横浜に移転してきたそうです。元の寺は石川県時代に火災で焼失したそうな、ですから比較的新しい寺院です。大正から昭和初期の建築だそうです。もっともほとんどが鉄筋コンクリート造りで最近のものが多そうですね。永平寺にも行ったことがありますが、歴史を感じる素晴らしいところでした。こちらの総持寺は知名度が低いので関東住まいでも知らない人が多いのでは。アントニオ猪木とか石川裕次郎のお墓がここにあるそうですよ。広いな。50万平方メートルあるそうです。巨大建造物があります。これが日本最大の門だそうです。もう城壁だわ。これ前田慶次でも破れないやつ。大本山だけあって金がたっぷりありそう。仏教の他の宗派は総本山という言葉を使いますが、総道宗は2つあるのでそれを使わずに大本山と呼ぶそうですよ。真言宗総本山高野山金剛無寺とか、天台宗総本山比叡山延暦寺とかね。これほどの巨大寺院に人が少なくて気持ちがいい景色ですね。
本堂はどこだろう。大祖堂と呼ぶらしいです。この寺は2度目ですがなんか迷ってます。人が少ないと人の流れがないから迷いやすいですね。良い庭だよね。手入れが行き届いている。こんな狭い道にでかい車で入ってくるなよ。ぎっしゃで来い。引き返すかな。うん、こっちだね。でかい門を右に曲がるのか、動線が分かりにくい。もう立っている建物が大きいものばかり。
紅葉の時期に来たら綺麗そうだな。動線が分かりづらいのを寺側も認識しているのか、道路に矢印が書いてある。道幅も狭いし、車は一方通行なのかな。ようやく本堂に到着。大きいな。これまで外国人観光客なんて一人も見ませんでしたね。戦争時には無数にいるのに。この寺は観光客を呼び込む必要もない寺なのかな。まるで自分以外の人間がこの世から消失してしまったような絵面になっている。美しい景色、いい寺だな。この灯籠も3メートルくらいの高さがありそう。
何かの供養塔かな。回廊かな。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。さて次に向かいますよ。